もう入ってくるわけです。あれセッティングだけどそのSS はむしろクラッチを使わないトライアルをしましょうねっていうような感じだから、どう新しい人たちがそういうライディングするかっていうのは置いといて、その80年代のその地を這うライディングというか、一個一個舐めていく、もうウィリージャンプなんてそんなんなんみたいなっていうような。クラッチを使わないライディングが快適？それともクラッチを使おうと思ってもうまくいかない？うまくいかない。いかない。むしろクラッチを使わない方が快適、普通に。だからもうアクセルワークでブワーってやってる方が。クラッチを使ってワンと行こうと思ってもそれに例えば回転がついてこないとか、そういうついてこない。そんなグッてやろうとしてもついてこないから、だんだんおかしくなっちゃう。クラッチワークに合わせて人が伸び上がりたくなるんだけど、そういうのはしてはいけないなるほど、感じになるから。でもそれはその SS の性格自体は変わってない？それともより顕著になってる？まあそれがまあ顕著になってるような気がするな。なんか今までは純粋にマイルドな開けない方がいいよねっていうのが、さっきヒルクライムやるよって言ってやったところもうやったけど、上がり回転が全回帰まで上がらないから登らないじゃなくて、中回転で登るのよ全然。登ってしまうの？登ってしまう。だからそのゆっくりなスピード感のある、トライアルをしようと思うとダメだけど、ゆっくりなわーって、まあターンもそうだし、そのヒルクライムもそうだし、ステアもそうだし、その一気にバーンって上がるようなライディングを SS の場合はしようとするとダメだけど、ボヘーって言ったままいけてしまう。むしろそれが快適。むしろアクセル開けてないから楽だしみたいな。アクセルに対して踏ん張らなくていいから楽だし、スピード感もゆっくりだからそんな気張らなくていいし。でも世の中にはさ、アクセル開けてると安心する人って多いでしょ？でもそういう人たちってさ、大体がアクセル開けてるけどクラッチに逃がしちゃってるじゃん。だからそういう意味で言うとクラッチを使わないライディングをするっていうのは、まあ結果オーライだけど、そうなんだけど SS のその例えばその中回転のままヒルクライムを上がるなんていうのが、我慢ができるかなと思って、その世間で。でもまああれだよ、極論限界値を求めればもちろんスタンダードの300の方が上がるけど、そのこの回転で結構いくじゃんっていうぐらいのところまでは全然 SS で上がっちゃう。だからどうかな、現実問題、じゃあ全日本とかそういう選手権の話でどのぐらいでって言われたら、もう IB とかその下手にクラッチ使って振ろうとしたりとか、そのぴょんぴょん跳ねたライディングしようとするよりは、これでもうしっかりターン決めてトコトコって上がっていく方が足つかないんじゃないって思うぐらい、なんかSS 意外に完成度高い。なるほど。IB のおじさんたちこれに乗ったら、そのいぶし銀と言われるような人たちはちょっとこうなんか花開くかもしれない。そうだからねそういうターンが得意な人というか、で今時のバイクはそういうのはあんまり振ってないから、そのターンとかにね振ってないから、そういう人たちは SS 乗ると、なんでターンが楽なんだろうみたいな。SS と比べたらスタンダードのこいつらはもうと今風のバイク、全然違う。でもそこにファクトリー混ぜたらだいぶ SS 寄りなんじゃないの？もちろんファクトリーと SS と300スタンダードを3台混ぜたら300のスタンダードはどの辺に来るの？300のファクトリーと 300SS と。難しいな、難しい。そういう尺度ではない。いやまあど真ん中かなとも思うし、SS 寄りやなと思うシーンもあるし、なるほど。ファクトリー側やなっていうふうに思うし。でも
どっちにしてもこういう感じではないってことね、この辺。もうどっちかに寄り切ってるっていう感じじゃない。まあでもそのセッティング、味付けの方向が全然違うとこ見てセッティングしてるんだねっていう感じは SS はする。SS とスタンダードそうだから SS はそういう意味で言うと SS と、SS じゃないファクトリーとスタンダードは同じ方向を見てるけどパワーダウンさせクイックにさせてるのかマイルドにさせてるのかっていうところだけど、もうそことは違うラインで SS は完全に設計思想入ってますねっていう。物はきっとほぼ一緒なんだろうから、味付けの話なんだろうけど、それは例えばファクトリーとスタンダードはクラッチを使うトライアルをしなさい、SS はクラッチは使うなと。極論そう。ここのターンを全部でやったけど、アクセルだけで行くのはもう一番 SS が楽。300も全然トルクあるけど、やっぱりちょっと加速していこうとかってしようとするときにアクセルだけで行こうとするとちょっと荒くてずるっと滑りそうになるから、クラッチ当てたいねとかクラッチでちょっと逃がしたいねとかになるけど、 SS はいやもうアクセルだけでも全部舐めていけるよ、地面から離れる瞬間なんかなくていいですっていうぐらいの感じでSS 印象良いっていうかちょっと待った、こういうインプレの前にシンクロを聞かないからね。シンクロシンクロねまず今までのエボからしたらエボと比較すると、ハンドルポジションのところから、こうパッてまたがった時にフロントタイヤ遠くなったなっていう感じはすぐに分かる。それは今まで他のバイクに乗ると遠いって言ってたのがそれが普通になったってこと。普通まで完全に寄ったんかなどうかなとは思うけど、でもだいぶそれに近い、からまずパッと乗って思うのはそこが違うかなっていう感じで、あとはリアサスペンションが今までのエボだったら結構しっとりさせて、去年とか特にしっとりだったかなと思うんだけど、どっちかというと柔らかい方だったんだよね。でその柔らかかったのが結構しっかりダンパーを効かしてしっかり踏ん張る方向に味付けが変わった。なんか硬いコンペティティブな方向とは違う意味は違うんだよね。どうなんかな。僕これに乗ったら別に自分はこのリアサスでもいいなっていうぐらいの。だけどじゃあカチカチなんだって思われたらあれだけど、全然そんなことはなくて、ちょっと重めだけど別に普通にしなやかに動いてくれるけど、今までのそのベータエボ乗ってた人たちからしたら全然軽快に動かないな、重たいなってちょっと思わせちゃうかなっていう感じはする。すごいしっとりする。でもそれは全部一緒やったかな。300も、250も SS も基本的にそのサスとかの感じはどれも同じような感じで、あとはフロントが前に行ったからっていうのももちろんあると思うんだけど、その斜面、ちょっとフロント上がりからじゃあ発進しようよとかっていうようなシーンとかだったら、今までのデータで言えばちょっとフロントが上がりやすい、ちょっと浮きやすい傾向だったのが、それがあんまり、不用意に浮かずに、そのまま加速体制にスムーズに入りやすいようになったかな。それは理屈通りっていうか、そう理屈通り。その分フロントが重たいな感はないの？重たいな感はちょっと浮き出しが重たい。
さっきと一緒？そのこんだけそうそうTRS と同じような感じ、TRS と一緒で、その浮き出しがちょっとって感じで思うけど、ちょっとだけ離れてくればもうその後スーッて浮いてくるから、もうみんなヨーロッパのトライアルバイク作りはモーションアシスタントなんだか知らないけどそうなってるっていう、そっち方向だね。あとはよく走るというか、よく面をリアサスの話ね、下にバーンとかって当たった時に弾かれて、まあ当たって跳ねて上に登ってくるんじゃなくて、全体の面を走ってるような印象というか、まあ多少は浮いてるとは思うんだけど、そういうのってのはユニットのセッティングの問題、それともなんかそのスイングリアショックの取り付け角度から何かその車体が全部変わったじゃない。取り付け角度も変わってるっぽいから、そういうのも影響していると思う。だからそれが今までバーンって当たってちょっと跳ね上げてたみたいな感じなのが、あれ何もせずに上がってきたよっていうような感じになってきたかな。だから極論人が何もしなくても、リアタイヤを当てたらそのままバイク上がってくれましたっていうような感じの印象かな、そのサス周りは。こっちに来た方がセルフがまぶしいね。まあね、見る側としてあとはまあクラッチがダイヤフラムに変わってるそうかけど、この今日の3台を乗る限りはなんかあんまり気にならずに普通に乗れる。なんかこのダイヤフラムでこう乗ったらっていうか、レバーの握り出し、どこら辺から切れるのかなとかっていうのがあんまり分からなくて、最初の乗り出した時は当てずっぽでここら辺がないみたいな感じで乗るんだけど、もうここから切れてんだなっていうのは大体分かるから、今まで乗ってたダイヤフラムからするとこういうダイヤフラムなんだぐらいの、随分コイルに近いダイヤフラム。そう印象的にはね。それは3台のなんだから、その調整がしっかりしてるとかなんとかそういうことじゃなくて、だからこれ当たりの車両なんかなって最初思ったんだけど、まあ大体一緒だったから、こういう傾向なんだっていう。なんか設計でそういうことができるのかね。まだ他のメーカーとはダイヤフラムのね仕様が全然違ったから、違うんだ。それがなんかなとは思うけど、どう違うの？今までっていうか、トライアルでオーソドックスなやつって、爪があるじゃないですか。それがいないから。ないの？それがいなくて、シェルコ僕あんまり知らんけど、ガス TRS ベルティゴとかは多分全部こうやって爪がある仕様で、影の枝みたいで。そうでサラバネがいるけど、そのサラバネがどうかな、1センチ幅ぐらいでしょ、他のメーカーさん。多分2センチぐらいは幅がある、2センチか3センチ近いんじゃないかな、見た感じ。だからそこでこの爪がなくて、その押さえるやつが直接サラバネを、爪の仕事もサラバネがする。僕は爪が何の仕事をしてるのか全然よく分かっとらんでなるほど。じゃあでもその構造的には単に爪がなくなったっていう。爪がなくなってサラバネの形がちょっと違う。サラバネが大きくなったから、だからそれでストローク量があるんじゃないんかな。なるほどね。クラッチちょっとサラバネが1センチが2センチになったら重たくなる。幅の話やからさ、立ってるか立ってないかでしょ、その重たくなるかなってないかは。あとは材質とか。だからそこら辺はちょっと僕存じませんの範疇だけど。多分だけどこれ3段階調整できる中で真ん中のはずだから、
らこれでもし重たい人はうんもう一段階軽くして、もうちょっとハードに行きたい人はもう一個重たくしてっていう調整幅はあるはず。今までダイヤフラムになんかちょっとこう悩んでた人もちょっと試しにこれ乗ってみるやっていう感じはある。だから他のメーカーのその爪をさ、高さ調整しないといけないじゃないですか、そのフィーリング変わらないようにって、それがないからそのフィーリングの変化は少ないんじゃない？なるほどね。構造が違うっていうのはちょっと違うぞっていう説得力にはなるよね。でもまあ別にインプレ同士は別にそんなことは知らんわという話で、まあでも今までの他のなんだダイヤフラムとはフィーリングがちょっと違うねっていう風に。エンジンの吸い込み方が変わったのはどうですか？それね、あんま気にならないんでエボのスタンダードと比べても別にそんなもっさりしてるなっていう感じもしないし、逆にピーキーだなっていう感じもしないし、まあいいんじゃないっていう。でどっちかといえばエボよりはちょっとトルクが細くなってんのかな。細い？ちょっとトルクがそれはエボスタンダードと比べて。だからそのトルクのフィーリングが変わったっていうことだとは思うんだけど、でもそれを端的に言ってしまうとちょっと細いかなみたいな感じにちょっと思うけど、じゃあ別にそれでエンストすんのとか、その何かやりにくいって言われたら、いや別にそんなことないけど、なんとなくフィーリングとしてちょっと違うかなっていうぐらいだね。新しくして何がしたかったんだろう。乗り換えるとしたらメリットは何だろうな。軽くしたかったら一択じゃない？ああ、軽いのか。それは乗った感じも軽いの？乗った感じで分かんない。分かんない。どんだけ軽いの？だから2キロぐらいは軽いんじゃない？それはちょっと社長に聞いてください。軽くなってしたら。ファクトリー。じゃあ今つけたとこやからちょっとなんか芸して。おお